はい、皆さんこんにちは。いつもご覧いただきましてありがとうございます。陶磁器工房気楽です。今日はですね、押し型を使って、たたらで豆皿を作ってみたいと思うんですね。結構ね、この作り方すごく作りやすくてですね、すごく初心者向きだと思うんですね。なので、ちょっと参考にしてもらっていろんな形の豆皿作ってもらうと結構ね、使いやすかったりもしますので、ぜひ参考にしてみてください。私のチャンネルはですね、陶芸についてこういうことやってもらうと面白いですよとか、こういうふうにやり方ありますよということを紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録していただいてですね、引き続きご覧いただければと思います。それではご覧ください。はい、それではですね、今日は、たたらでいろいろな形を作ってみたいと思います。で、型打ちをしますので、使うのはこの、素焼きの型ですね。これ普通にお茶碗作って高台丸く削ってそのまま素焼きしただけです。なので、こんな型はすぐ作れると思いますので、使うと便利ですね。で、あと作る形ですね。ちょっと一応今日3種類準備して、こういう大体の丸とこういう楕円とこういう四角ですね。これを使ってちょっと同じ型で作ってみたいと思います。さあ、まずね、粘土伸ばしましょう。だいたいこの粘土で 1.5 キロぐらいですね。なので、そんなにこの 1.5 キロも多分いらないと思うんですよね。ちょっと私多めに持ってきたので、よいしょ。そしたらですね、ちょっと一回軽く綿棒で伸ばして、そしたらこれをカットしていきます。ワイヤーでたたら板の上でズビズビっと切っていきましょう。この時ワイヤー浮かないようにですね。浮いちゃうと厚み変わりますんでね。で、今日作ってる厚みがこれね、たたら板が 3mm のお2枚でやってるので 6mm の厚みで作ってます。よいしょ。そしたらまた外して、よいしょ。で、これで今 6mm のたたらの板が3枚できたと思います。ちょっと広げておきましょうかね。よいしょ。4枚できちゃいましたね。1枚間違えましたね。せっかくなんで、じゃあちょっと使いましょうかね。よいしょ。で、これで4枚ですね。で、ここでちょっとね、粘土乾かしたいので、1時間ぐらいこのまま放置します。はい、それではね、1時間経ちました。だいぶ粘土も硬くなってきましたね。で、私さっき3枚作るって言って4枚できたのは、一番上のやつ、これ分厚いんですけど、これ一番上のやついらないから切っただけだったんで、これがいらない部分ですね。ちょっとせっかくなんで作りたいと思いますね。で、今度ね、粘土を締めます。まずは乾いた手ぬぐいをかけて、しっかりシワを伸ばしますね。で、このヘラでこれ尖ってるところなんですよね。ここでこうやってね、粘土をしごいてあげます。そうするとですね、粘土の表面が若干締まりますので、やっぱ焼いた時に割れにくくなりますので、結構この締め作業が大事ですね。で、結構皆さんこのね、粘土締める作業を忘れるんですよね。そのままカットしていきなり形切っていきなり型にかぶせてっていう、ダメじゃないんですけど、やっぱりちょっと強度が弱くなっちゃったりですね、焼いた時に割れやすくなりますので、ちょっとその辺だけですね、しっかりこの粘土を締める作業っていうのを忘れないでやってもらうといいかなと思いますね。で、これひっくり返します。よいしょ。で、もう一回こっち側も粘土を締めますね。よいしょ。で、基本的に粘土硬くなってからしごいてあげたらそんなに粘土薄くならないので、これ乾かす前にね、粘土しごいちゃうとですね、粘土の厚みがどんどん薄くなっていっちゃうんで、ちょっとやっぱ少し1時間ぐらい乾かしてですね、少し表面が硬くなってからこうやって粘土を締めてあげると粘土が締まりやすいですので、ちょっとその辺も注意してください。そしたら今度は、これを切っていきましょう。そしたらこれも四角にしちゃいましょうかね。これを四角く切っていきます。で、この今型はですね、12センチの正方形ですね。よいしょ。で、こちらも切っちゃいます。私結構性格が適当なのでざっくり切っちゃってますけど、皆さんやるときですね、少し丁寧に切ってもらうといいかなと思いますね。
今度これ楕円ですね。14の12ですね。でこのなんでこういろんな種類をつけてるかっていうと、結構ねこう同じ押し型使ってもですね、粘土の形状によって形って結構面白くなったりしますんで、そのちょっと差を見てもらおうかなと思ってちょっといろんな形を作ってます。でこれ大体丸ですね。13センチの直径です。でこれもね深淵にしてないでちょっとねざっくり丸にしてるんですね。そうするとやっぱ焼き上がりの時に縁がこうガタガタして面白くなりますんで、ここはあえて深淵にしてない感じですよね。さあ粘土取りましょう。よいしょ。結構お教室の方とかでもですね、こういう四角って人気あるんですね。でこの四角やる時のちょっと私は注意した方がいいなと思うのがですね、この角ですね。この角を、私はまず角好きじゃないんですよ。なのでちょっとこれはね、わざとこの角を2センチぐらいこう落としておきますね。よいしょ。そしたら今度はこの切ったところのバリを取ります。きれいになるようにですね。でこのバリ取りもね、今のうちやっといた方がいいですね。作業がやりやすい時にどんどんこうやれることをどんどんやっていく感じですよね。で後から最後これバリ取りすると結構大変なので形歪んじゃったりするんで、今の状態でできることをどんどんやっていく感じですね。で裏面もバリ取りします。こんな感じですね。そしたらね、ちょっとまたここで少しだけ乾かしたいので、またちょっと30分ぐらいですね、固くしておきたいと思います。それでは30分ぐらい経ちましたので、ここからちょっと装飾していきたいと思います。じゃあまずこれを置きましょうかね。でこの装飾もですね、型にかぶせる前にできれば終わらせちゃった方がいいと思うんですよね。型かぶせてから装飾するの大変ですので、こういうね、外側にライン引いておくと結構出来上がった時にこのラインが生きてきますんで、なんかこう装飾しておくといいですね。でこれも楕円の縁取りをしますね。なんかもうこの時点で結構可愛いですよね。やっぱ縁取りがあると面白いですよね。あとは例えばこういう割り箸とかで縁の部分をこうやってブチブチブチっと押していってあげたりすると、ここもさらにこうアクセントがつきますんでね、こう面白くなったりしますね。このテクスチャーをなんかどうにか考えてあげたりすると、やっぱね作風ってすごく出るんですよね。その人っぽいっていうのが出てくるので、何かしらこうただこう切って形作って終わりっていうよりはテクスチャー考えてあげた方がいいと思うんですね。そしたらまずはだいぶ硬くなりましたね。じゃあこのまん丸からいきましょうかね。よいしょ。で袋の上に型を置いてひっくり返してで軽くまずなじましちゃいます。でこの時にちょっとこう回してみてですよ、もしなんかこうずれてるようだったらこの時点でこうちょっと直しましょう。で直ったらしっかりこうやって粘土を締めてあげます。でこのね上の部分をこう詰める感じですね。そうするとしっかり粘土固まりますんで、これをね締めないでただかぶせて終わっちゃうとひっくり返した時にまた戻ってきちゃったり、あとね焼いた時に結構縁下がりますんで、そうならないようにですね気をつけてください。でこれちょっと一回置いておきます。さあ今度楕円のやついきましょう。大体こんなもんですかね。でこれ楕円のやつに合わせていきます。結構この楕円はですね可愛いと思いますね。よいしょ、面白い感じで出来上がると思います。あとはこの下の素焼きの型、これの大きさを変えてあげたり上の粘土の大きさ変えてあげると、それだけでもまただいぶ作風変わりますんで、作品の雰囲気変わりますんで、その辺のバランスを見ながらやってもらうといいと思うんですよね。でこれも置いておきます。では次四角いきましょう。
でこの素焼きの型のいいところはですね、結構粘土の水分を吸ってくれるので、型にねかぶせておくとですね、知らぬ間に結構硬くなってくれたりするんですね。なので結構石膏もそうなんですけど、水分を吸ってくれるっていうのが結構型としては優秀なんですよね。なのでボールの型とか、あと木の型とか使うとですね、こう粘土がこっちの型に張り付いて取れなくなっちゃうんですよね。なので金属とかそういう木の型を使うときは、新聞なりこう薄い手ぬぐい一発間にかまして、それからこうやって型を押さえてあげるといいですね。剥がしやすくなると思います。よいしょ。それでですね、一応もうこれちょっと最後やりますんで、このまま終わっちゃうと面白くないんで、今度ね足をつけたいと思うんですね。で本来はこう足作ったらこれに傷つけて、この土塀を塗ってくっつけていくんですけど、ちょっと今日そこは省略しますね。よいしょ。で結構皆さんこう足つけるときにですね、一つ、考えるところがあるのが、三つ足にするか四つ足にするかなんですよね。で、四つ足だったらとりあえず考えずにですね、4つつければいいと思うんですよね。こうライン引いといて、このラインが、目安にですね、こうやってくっつけていくといいと思うんですよね。あとはしっかりこうくっつけましょうね。で今こう4つ足つけましたよね。4つ足のいいところは、ですね、置いた時に安定するんですね。でただですね、今度デメリットの方は、4つ足だとなんですかね、うまくつけてあげないと型つくんですね。ちょっと後でそれ説明しますね。とりあえずちょっとこう足適当につけておきます。ちょっとざっくりですけども、あとこうさっき描いた線はこう指でこすって消してあげて、こんな感じですよね。でひっくり返すと、こんな感じですね。でこれで一応4つ足ですね。あとこの辺はちょっと硬くなったら手でこすってですね、きれいにしましょう。じゃあ次にですね、じゃあこの円のやつ、これ3つ足にしてみましょうかね。で3つ足のいいところは、足の数が1個少ないので楽ですよね、作るのに。それとなんですかね、カタカタしないんですよね。置いた時に必ず3点だと、三脚とかそうですよね。3つの足だとカタカタしないんですよね。で4つ足だと型つくんですけど安定するんですよね。なんかすごく矛盾したこと言ってますけど、この差がちょっとうまく説明できるかどうか。これもくっつけるとしますよね。ちょっと今適当にやってみます。そうすると今こんな感じで出来上がりました。で3つ足の場合の、弱点はですね、今足がこの辺についてるんですよね。出来上がった後にこの辺を押すとですね、ガタッとこういくんですよ。なので安定しないんですね。ただ足が3本なので、こういうカタカタすることはないんですね。でこちらの4つ足ですね。こちらの4つ足は足4本ついてるので、出来上がった後にどこを押してもこうある程度踏ん張ってくれるんですよね。ただこの足の長さがどっか短かったりすると、ここはカタカタこうしちゃいますんで、通常焼き上がった後にどっか高いところをこうヤスリとかで砥石とかで削ってですね、それで調整して型つかないようにしているのが4つ足です。なので実際使う時は4つ足の方が使いやすいと思いますね。で3つ足でももちろんいいんですけど、3つ足はやっぱ押すところを間違えるとガタッといっちゃいますんでね、その辺だけ注意が必要ですね。でこれはちょっとね、付け工台にしてみましょうかね。せっかくなんでいろんな種類をですね、こんな種類ありますよっていうのを見てもらうといいと思います。で結構私今適当に作ってますんでね、皆さんやるときですね、結構丁寧にいきましょうね。こんな方法ありますよっていう紹介してるだけなので。で線描いたらここにこうやって工台を紐にして積んでいって、よいしょ。でまたこれをこううまく接着してくださいね。めっちゃ適当ですけど、よいしょ。
綺麗につけましょうね。であとこう回しながら皮とかやってあげると綺麗になると思いますので、こんな感じでコーダイつけてください。で今度楕円のやつですよね。で楕円のやつはこんな感じです。ちょっとだいぶさっきの円のと違うと思うんですよね。この辺もちょっと綺麗にしたらもっと綺麗になりますんでね。ではこの最後の四角いやつ、最初私この真四角あんま好きじゃないと言った理由をちょっと説明しますね。よいしょ。これでこう粘土今締めてる感じです。ひび入ってきますんでね。ひび入ってきたらこう締め、こすってあげると基本的に粘土締まりますんでね。じゃあこれもせっかくなんで足つけましょうか。これは丸い足つけておきますね。よいしょ。でくっつけるときもっとちゃんとくっつけてくださいね。でですね、この真四角のやつですね、大体四角いやつを型にかぶせるとこんな感じになるんですよね。でそうするとここめっちゃ尖ってるじゃないですか。なので使うときにですね、すぐここ変えちゃうんですね。デザイン的にはすごくかっこいいんですけど、やっぱね使いにくいので、どうしてもやっぱ私はねこの角を落としたくなるんですよね。なので角を落とした最初に作ったやつがこちらですよね。そうするとやっぱこの辺が角落ちてる分、かけにくくなる。で結局かけちゃったらもう食器って使えないのでもう捨てるだけになっちゃうんですよね。なのでせっかくなんでかけないようにあらかじめ角を落としてこういう風に作ってもらうといいかなと思いますね。でこの作り方すごく簡単なので、あとは型さえあればいろんな形でできると思いますので、皆さんもですねぜひこう自分が思っている形をですねこういう風に器にできるようにちょっと頑張ってみてください。